皆さんこんにちは。こんにちは。少し前に DT スイスからハブダイナモ付きホイールがリリースされたことはご存知でしょうか？このホイールは台湾のハブダイナモブランドシャッタープレシジョンと DT スイスのコラボ製品です。スルーアクセルとディスクブレーキ仕様で、基本はグラベル向けという位置づけのホイールですね。リムの内幅は 24mm だから使えるタイヤは 35C くらいからです。一部のロードバイクならギリ使えるのかしら。これまでハブダイナモ付きの完成品のホイールってほとんど販売してなくて、基本的に手組みしなくちゃいけませんでした。特にスポーツバイクにつけても違和感ないものは皆無だったと言っていいと思います。今回発売されたホイールは結構かっこよくて、ダイナモ内部以外を DT スイスが担当したことによりストレートプルスポークに対応しているなど近代的な作りです。お値段も3万円台からと現実的なライン。これがワンクリックで買えるってのはちょっとした革命と思うわけです。実はちょうど足は1年くらい前からシャッタープレシジョンのハブと DT スイスのリムスポークで手組みしたホイールを使っています。くしくも同じ構え。これの使用感がとっても良いから、今回はこの手組みホイールと DT スイスの新ホイールを見ながらハブダイナモの布教活動をしていく動画です。今回のお品書きはこんな感じで進めていきます。ハブダイナモって何？さすがに知ってる。一応説明させてね。ハブダイナモは前輪のハブ内に仕込まれた発電機です。発電機付きのハブ自体を指すことも多いですね。ちょっと良いママチャリでは一般的だけど、スポーツバイクではほとんど見かけません。ハブダイナモのブランドは日本のシマノとドイツのシュミットが有名です。ママチャリについているのはシマノが多いと思います。シマノ製は比較的安価ですね。それほど見かけませんが、スルーアクセルやディスクブレーキに対応したモデルもあります。一方でシュミット製はツーリング車がメインターゲットでしょうか。非常に高価ですが高性能と言われています。ハブだけで6万くらいするのでかなり趣味的ですが、デザインがとても可愛いですね。今回 DT スイスとコラボしたのは比較的最近台頭してきたシャッタープレシジョンというブランドです。台湾のブランドでパクリってほどではありませんが、製品にはシュミットの影響を感じます。カタログスペック的にはシュミットとほぼ同じか少し軽いって感じですが、値段が半分くらいでお得感あります。品質にも特に悪い話は聞きません。もちろん足が使っているやつもノートラブルです。また比較的スポーツバイクとデザイン的な親和性が高めなのも良いですね。ハブダイナモって何ができるの？ライトが無限に使えます。そりゃそうだ。別売のダイナモ用ライトを用意する必要はありますが、バッテリーなしでライト付け放題ですよ。ある程度高級なハブダイナモは 6V3W の規格で作られていることが多く、それに合わせた仕様のライトがいろいろ販売されています。アーシが使っているライトはブッシュ&ミュラーのドップってモデルです。ブッシュ&ミュラーもドイツのブランドです。どうやらハブダイナモの本場はドイツみたいですね。で、これはこのメーカーでは一番安い価格帯のやつで5000円くらいで買えると思います。スペックも一番控えめですが、ちょっと実際の性能を見てみましょうか。ど田舎特有のあまりにも街灯がない道。撮影に便利で助かるよね。今押して歩いています。ハブダイナモ1年生なのでハブ側の性能なのかライト側の性能なのか分かりませんが、押し歩きでも結構光ります。かなりちらつきますが歩くには十分です。お友達とおしゃべりしながら帰るときに便利ですよ。どのハブダイナモも時速15キロくらいでほぼ 100% の出力になるように決められてるらしいです。以降はほぼ頭打ちですね。明るさは普通の LED ライトくらいの印象。必要十分って感じですね。
また多分大体のモデルがそうだと思うんだけど、停止後もほんのり明るいです。信号待ちでも安心ですね。比較用にバッテリー式のライトも持ってきました。光軸が違うことは置いておいて、当ワイルドの CL600 です。3500円くらいで買える600ルーメンのライトですね。CL600 の方が一回り明るいみたいです。でも範囲はダイナモライトの方が広いので、総合的には同じくらいでしょうか。エントリーモデルでも普通のバッテリーライトと遜色ない程度の明るさがあるってことです。スペック的にはこの何倍も明るいダイナモライトもあるので、めちゃ明るいのが欲しい人はそういうのを選んでね。ハブダイナモって重いの？重量的な意味と付加的な意味ですね。重量は当然重いです。先ほどの DT スイスのホイールはダイナモモデルと非ダイナモモデル両方が出ているので簡単に比較できます。表にしてみました。そもそもがグラベル用で結構重めだけど、ダイナモホイールは 240g ほど重たいですね。これをどう捉えるかは人によりますよね。アーシ的には競争しないなら誤差かな。うちのホイールも測ってみよう。1172g ですね。なんか普通に重くてちょっと残念です。1000g 切りたかったらカーボンリムが必要そうです。まあ重量物は回転しない車軸に固定されているので、数字ほど重く感じないとは思います。何にせよバッテリーライト運用の方が軽くなるのは間違いないので、軽くしたい人が使う部品じゃありません。それは当たり前ね。次に付加的な話。まずはちょっと見てみよう。勘違いされがちだけど、ハブダイナモの抵抗は一定ではなくて接続されている負荷によって変わります。抵抗の大半が流れる電流によって発生するからですね。何もつないでいない状態やライトの電源オフの状態は最も軽くなります。それが今の状態です。電気による抵抗はないんだけど、単純に内部の磁石による抵抗があります。磁石はハブボディの内面に等間隔に並んでいるので、注意深く触るとノッチ感があります。でも自転車ごと押し歩きしている時はわからないかと思います。走行中は絶対わかんないです。このノッチ感は乗り越えた時はホイールを回す方向で返ってきますので、差し引きのロスはあまりない理屈となります。メーカーの公表データだとこの状態のロスは時速 30km で 1W 以下です。見るべきなのはオレンジの線ですね。黒っぽい線はボードイツメーカーって書いてあります。皆さん 100W 前後で走行している場合が多いでしょうから、1W はあまり気にしないでいいと思います。では肝心のライトオン時はどうでしょうか。ライトオンにしても静止状態からの手回しではよくわからないです。勢いよく回転させてからライトオンすると、抵抗が大きくなり減速が早まるのを確認できますね。ライトオン時の抵抗もメーカーがデータを公開しています。これによると最大で 5.5W くらいの消費となるようです。100W 前後で走行しているとすると 5.5W は小さくはないですね。でもあんまり鈍感と思われたくないんだけど、走行中にライトオンオフしてもほとんどわかんないです。もしかしたらほんのり変わったかなって思う程度でブラインドテストだったら多分わからない。5.5W って時速 30km の時の斜度 0.1% と同等ですからね。わかんなくて普通かと思います。一応注意点として、メーカーのデータは 3W 分の負荷が接続された状態のはずです。アーシが使っているのは光量の小さいモデルだし、リアライトもつけていないので、実際はこれより小さい消費と予想されます。ハイパワーなダイナモライトがあれば違いが確認できるのですが、とっても高いので買えませんね。とにかく足には抵抗が気にならないので、感覚的にはタダでライト使い放題です。
ハブダイナモって高いの？最初の方にも少し映しましたが、 DT スイスのモデルの値段を見てみましょう。バイクイン価格だと G1800 で34,000円、GR1600 で44,000円です。別途送料で2,000円くらいかかります。おまくにされるかなと思ったけど、決済直前まで行けたので多分大丈夫です。そもそもバイクインはおまくに製品だとカートに入らない仕様だったと思います。この2モデルは何が違うの？リムにちょっといいやつがついてるかついてないかだけだと思います。 GR1600 が溶接でくっつけたリムなのに対して G1800 がスリーブを入れてくっつけているリムです。一般的に溶接の方が軽量でバランスも取れていて上等とされています。リムのプロファイル、つまり断面形状は一緒なので付けれるタイヤは一緒です。重量は 30g 違います。アーシなら安い方でいいと思うけど、どうでしょうね。 G1800 シリーズの場合、ダイナモモデルと非ダイナモモデルの差額は約 8,000円です。これに 5,000円くらいのダイナモライトを買えば無限ライトの完成ですから、差額だけ見たらかなり安いと思います。もちろん実際ワイマールホイールを買い替えるパターンがほとんどだと思うので、ライトのために合計4万円は安い買い物じゃないと思います。今良いホイール使っているとグレードダウンになっちゃうしね。でもこれ今までの手組みからしたら破格だと思うんです。最初にお話ししましたが、今までスポーツバイクにハブダイナモをつけようと思ったら基本的に手組みだったと思います。 G1800 と同等のものを手組みしようと思ったらとても34,000円じゃできません。部品だけで4万円弱、工賃でプラス 5,000円くらいでしょうか。アーシのこれもライト抜きの部品代で35,000円から4万円くらいかかってます。もちろん手組みなら自分好みに仕様をカスタマイズできるって魅力はあるけど、気軽にコスパよく買えるってのも魅力だよね。見た目も結構かっこいいし、冒頭でも言った通りこれはちょっとした革命だなって思うわけです。リム幅的にほぼグラベル用だけど、かなりお買い得感あるので仕様に合致するバイクを持っている人は検討してみていいんじゃないかなって思うよ。もう一回り細いリムのモデルも出してくれれば、ハブダイナモの裾野がぐっと広がるから出してほしいなって思ってます。あなたのグリズルなら適合するでしょう。なんなら今ついてるのがダイナモなしの G1800 です。でも皮目欲しくてお金貯めてるから買いません。我慢できればね。USB 充電に使えないの？誰もが考える、これで USB 充電できたら最強じゃねってやつ。できるにはできるみたいだけど、現状一般的ではないと思います。方法は3つあって、まず1つ目は USB 出力への変換器を買うこと。でも変換器は数種類しか出回っていません。最も無難な選択肢はブッシュ&ミュラーの E ワークって製品かと思います。2万円以上してかなり高価な上、見た目もよく言えばドイツっぽいですが、丸1日走ればスマホの充電くらいはできるそうです。次の選択肢は USB 出力付きのダイナモライトを買うこと。これブッシュ&ミュラーのラインナップにあったはずなんだけど、今のカタログ見ても見当たらないんだよね。カタログ自体ちょっと分かりにくいから見落としかもしれないけど、多分もう売ってません。他も探してみたけど恐ろしく高額な商品しかありませんね。最後の選択肢が変換器を自作すること。既製品があんな感じだから結構自作事例が出てきます。でも結構ハードル高いですよね。こんな感じで現時点では決定版的な方法がなさそうです。ちょっと残念ですね。結局どんなところがいいの？ハブダイナモは心の安寧が得られます。基本的に心配性な上忘れっぽいので、バッテリーライトだと充電を忘れちゃったり、忘れてなくても忘れてないか不安になっちゃったり、なんならライト丸ごと忘れたりいろいろしました。ハブダイナモにすることにより
これらの心配から全て解放されます。ライトの持続時間から帰宅時間を計算する必要もなくなるし、突発の夜走りでも何時間でも OK です。何の不安もなく気持ちよく自転車に乗れます。ちなみにリアライトもソーラー式で充電不要にしてます。バッテリー管理完璧な人には別にいらないかもしれないけど、ズボラミンにはとても助かります。4万円くらい使ったけど全然後悔はないので、興味ある人は検討してみてね。では今回の動画はここまでです。この動画を気に入ってくれた人は他の動画も見てみてくださいね。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。X アカウントも作ってみたのでフォローよろしくね。じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。